ご視聴ありがとうございます。今回は廃線から23年が経つ路線、名鉄谷組線の動画の後編です。栄枯盛衰の歴史と路線の半分ほどをご紹介した前編に続き、残りの区間をご紹介します。旅行チャンネルでは取り上げていないところまできっちりお届けしていきます。名鉄谷組線は1924年に開業した路線です。沿線にある谷組山華厳寺への参拝客輸送が主な目的で、1980年代には本格的に業績が悪化し、各種合理化策を講じても限界だったため、2001年に廃線になっています。後編で最初の駅がここ、前編でもご紹介した北野端駅です。隣接する採石場で採れた石灰石輸送も担っており、貨物用ホームもありました。かつては駅全体が西にあり、採石場の拡張に伴って東に移動したため、駅の南で線路がぐねっと曲がっています。ここにセメント工場ができたのは1936年で、セメント輸送は谷組線の貴重な収入源でしたが、1939年に工場が満州に移転したため、特需は2年も経たずに終わってしまいました。石灰の採掘は他の会社が続けたものの、北野端駅の貨物輸送量は微々たるものだったそうです。なお、谷組線の貨物輸送は1963年に終了しています。山をぐるりと回り込むため、カーブと勾配が続きます。採石場から石が落下して車両が横転することもあったため、斜面を掘って石をせき止める対策がなされています。木々がまばらなところが、その時掘られた溝の名残です。線路はしばらく道路より高い場所を通ります。車がすれ違うのも苦労する幅の道路ですが、この辺りは大掛かりな拡幅はされておらず、当時の面影全開です。フェンス付きのコンクリ造りのところや玉石積みのところが残っており、たまに堆肥を作るために壊されている場所がある程度です。そして北野端駅の手前あたりから横に流れているのが根尾川です。これは揖斐線の名前と同じ揖斐川に注いでいる水がきれいな川です。8月に漁が解禁され、暑い中釣りをする人や川遊びをする人が多いです。この川では鮎が有名で、川沿いには鮎料理のお店が並び、こちらでは畳の上で出来たてをいただけます。この日はあまりの暑さで川の水が少なく、お刺身などがないのが残念ですが、旬の鮎を満喫です。お店の壁にはこんなものが。これは近くを走る垂水鉄道の時刻表です。垂水鉄道はもともと国鉄の垂水線として開業した路線が第3セクターになった路線で、大垣駅が起点です。このお店は最寄りの小千原駅からは1キロもなく、道路も整備されているので安心です。谷組線がなくなった後も根尾川の鮎は変わらず人気で、特に夏場は賑わいが絶えないです。話を谷組線に戻します。川を挟んであのお店の近くにあったのが赤石駅。集落は田んぼの向こうで、1日平均の乗降客数は60人と、谷組線、そして当時の名鉄で下から3番目でした。下から2番目の更地駅、最下位の北野端駅、そして赤石駅と、名鉄で乗降客数が少ない駅トップ3が谷組線に連なっていることから、谷組線の苦しい状況がうかがえます。赤石駅を出ると、川沿いを山から少し離れて進む、なかなか絵になる景色です。ただし、線路跡は道路が拡幅されたことでうずもれてしまいます。これは2008年3月に完成した事業で、反対向きに見ると、線路跡が道路になったのがよくわかります。この先には踏切があり、ここで線路が川側に移動しています。すぐ横には斜面が迫り、崖崩れの対策か何かで移設されたところもありますが、道路脇の廃線跡は意外とよく残っています。根尾川の支流である下瀬川を渡ります。鉄橋は解体されてしまいましたが、その先の土手はしっかり残っています。見渡す限り綺麗な山が広がり、近くには鮎も取れる川。谷組線の末端部は変電所から遠すぎて電圧が低く、揖斐線などに導入されたハイテク車両では故障リスクがあったため、
古い車両ばかりでした。前編で出ていた車両は大正時代や昭和初期に製造されたもので、当然吊り掛け駆動です。そうした年代物の車両が吊り掛け駆動の爆音を立てながら走る光景が平成中期まで見られたのが信じられないです。次の長瀬駅のホームは完全に撤去され、線路跡に重なるように土が盛られています。近くには民家もあり、土地はそれなりに活用されているようです。ここは稲富、北野端と同じく御開帳の時に列車の行き違いが行われていた駅でした。交換設備は撤去と復活を繰り返し、1975年頃に撤去されてからはそのままだったようです。これは谷組寄りから見たカットで、本線の右が旅客用ホーム、左に貨物線と貨物用ホームがありました。終点の谷組駅までの間には、谷組線が廃線になる前に廃止された駅が2つあります。長瀬駅から700メートルほどの場所にあったのが、そのうちの一つ、長瀬茶所駅。八王子坂駅と同じく、近隣の寺の参拝客輸送を当てにした駅でしたが、利用者が少なかったため1944年に休止され、1958年に廃止されています。線路は県道と交差し、山に半分突っ込むように進みます。県道は山のふもとを走りますが、谷組線の線路は森に入ったり出たりを繰り返します。この土手を上がる列車は甲高いモーター音を響かせており、絵的にも音的にも名所として知られていました。森へ突撃し、長瀬茶所駅から 1.1 キロ、神社の横にあったのが結城駅です。階段を上がって参道をしばらく進んだ場所、向かって右にホームがありました。木々の手前の少し盛り上がっているところがホームの跡のようです。周りには民家が少なく、過疎化が進んだことで乗客が激減、末期の利用客は高校生1人だけで、天気が悪い時しか電車に乗らなかったため、利用者がいない日もあったそうです。この駅には交換設備もなく、北野端駅と違って運行上の拠点でもなかったため、朝夕の数往復以外は通過するようになりました。谷組線廃線の10年以上前、1990年に廃止されています。この駅もまた、神社へお参りする人の需要を見込んで作られたのかもしれないです。谷組線で2つの途中駅が廃止になったのは長瀬谷組間だけで、末端部の状況の悪さがよくわかります。線路跡は簡易的な道路に転用され、谷組方面に車が通った跡があります。あの先で県道とほぼ同じ高さまで並んでおり、そこで県道と行き来ができます。結城駅から1キロ、森を抜けて県道と同じ高さまで降ります。この辺りには砂利がしっかり残っており、この踏切の反対側にはレールも残っています。そう、終点の谷組駅に到着です。ホーム1つ、線路2本を有する谷組駅は今もその姿を残しており、かつて活躍した車両が保存されています。この横には貨物線2本と、手前に貨物用ホームもありました。駅舎は当時の谷組村の援助を受け、96年10月に建てられたものです。98年に名鉄が谷組線の廃止を表明、2001年に廃線になったため、駅舎としては5年ほどしか機能していませんが、隣は昆虫館として残っているほか、駅舎自体は今でも入れます。毎月第3日曜日には窓口が営業するほか、資料室が開放されます。揖斐線本揖斐駅の駅名板や、実際に使われていた鉄道部品の数々、懐かしの写真や新聞記事など、見どころ満載です。窓の上には3駅の駅名板が飾られており、屋内保存ということで状態はどれも非常に良いです。窓口の上には運賃表がしれっと設置されているなど、そこかしこに貴重なアイテムがあります。ちなみにこの駅名板は、廃止1ヶ月余り前、8月27日に何者かに盗難されています。同月30日に黒野駅に宅配便で返却され、谷組線の廃線後もこうして保存されています。ここには駅ノートがあり、訪れた人が思い思いのメッセージを綴っています。駅スタンプもあるので押してみます。線路内を工作しないでください。
名鉄でよくある看板です。ホームへの立ち入りは自由で、日曜の昼間は向かって右の車両の車内に入れます。階段の奥にはスロープもあり、バリアフリー対応もできています。この車両も750型は1927年、昭和2年より導入された車両で、国鉄高山線の下呂駅直通列車としても運行されたことがあります。1927年にはお召し列車に充当され、2両編成以上を運行したことがない名鉄にとってはかなりの大役だったといいます。当時の名鉄社長が自ら先導し、本社の職員は全員沿道の警備などに当たったそうです。そしてこの車両は名鉄の激動の時代を知る車両です。登場当時、1941年に開業した今の名鉄名古屋駅はまだなく、市内には道路と同じ場所を走る併用軌道が残っていました。当時は名古屋市内の路面電車も名鉄が運営しており、今とは大きく違いました。戦後、1948年に今の名古屋本線や犬山線の架線電圧が 1500V に昇圧されたことで、小牧線や広見線に転属。1965年までにそれらの路線も 1500V になり、今度は瀬戸線に転属しました。さらに、1973年には瀬戸線に後継車両が入ったことで、揖斐線や谷組線に転属しています。谷組線は変電所から遠すぎて架線の電圧が下がりすぎる欠点がありましたが、その頃すでに車用の時代を迎えていたため設備の増強はされず、後継車両では安全に運行できなかったことが、谷組線が安住の地になる一因になりました。本数も少なく、冷房付き車両もない谷組線では自動車には太刀打ちできず、廃線までの数十年間、谷組線に乗ったことがないという人も沿線に多かったといいます。ヘッドライトがついていたことからもわかる通り、電気が通っているため運転台には入れないですが、開けっ広げなので中身がよくわかります。ドア前にはステップがあり、さらにホームとの間には縦にも横にも隙間があります。車内の様子がこちら。木張りの床はもちろん、懐かしい色合いのモケットも健在です。製造から相当経っていますが、車両の保存のために真上に屋根が設けられたため、良好な状態を保っています。隣の線路にいるのが、も510型。先ほどの車両よりも前、1926年、大正15年に製造された車両で、揖斐線などを運営していた美濃電気軌道の車両です。当初は、今の名古屋本線の岐阜笠松間で運用されており、その後 600V 線区に移されています。半円形の先頭部は当時アメリカで流行っていた車両を真似たもので、ドアの横の窓が丸いことから丸窓電車と呼ばれました。時代とともに改良され、67年には岐阜市内線と揖斐線の直通運転開始に合わせ、座席を転換クロスシートにするなどの改造が行われました。この時点で車齢40年オーバーと相当古い車両でしたが、道路上を走り、ホームが低い駅もある岐阜市内線と、ホームが高い駅が多い揖斐線を両方走れたからとされ、郊外の線路を最高時速70キロで爆走する姿も見られたといいます。第一線で活躍した車両でしたが、冷房を搭載するのが難しかったため、97年に定期列車から外され、2005年の 600V 線区全廃に伴って役目を終えています。行政の支援も受けて屋根が付けられたのに加え、地元の団体がメンテナンスしているため車内外ともに綺麗で、丁寧に扱われているのがわかります。団体のウェブサイトを見ると、谷組駅の営業のほか、三重県の山岐鉄道沿線のバスの運行やジオラマスペースの運営、谷組山華厳寺門前町のマスコットキャラ、いのりちゃんの企画運営など、たくさんの活動があります。谷組駅では10月に、先ほどのも750型を動かすイベントも行われており、廃線から23年が経っても、谷組線の記憶は受け継がれています。駅からほど近いこの交差点が、谷組山華厳寺への参道の入り口です。そしてこの日は、岐阜駅からのバスが1往復運行されます。毎月18日は谷組山華厳寺本尊の命日で、谷組線があった頃は30分間隔になり、北野端駅で上下線の列車が行き違いをしていました。
このバスは谷組線の廃線前からのもので、谷組線の代替ではないですが、谷組線が廃線となった後は、岐阜市内から公共交通機関で行ける貴重な手段になっています。名鉄岐阜駅を10時に出発し、谷組山には11時1分着。折り返しは谷組山を14時に出発し、名鉄岐阜駅には14時59分に着きます。谷組駅の位置が中心部から少し離れていることもあり、谷組バス停は旧駅から少し離れています。ここに来るバスも毎月18日の1往復だけです。そしてこの日、8月18日は第3日曜日です。華厳寺の命日と谷組駅の窓口などが営業している日が重なる貴重な日です。この次は来年の5月18日と結構開きます。また、参道の両脇や谷組駅の周りにはお食事処や喫茶店もあり、鮎が取れない時期でも大丈夫です。この喫茶店では先ほど映っていた華厳寺のマスコットキャラ、いのりちゃんのおせんべいを買う予定だったのですが、ここ最近は売っていないそうです。周りのお店も同じような状況で、今から13年前、秋の寒い日に訪れた時とは違います。谷組の周りには垂水鉄道や養老鉄道が走っており、バスやレンタサイクルを活用すれば、廃線跡を巡るのはそこまで大変ではありません。ご視聴ありがとうございました。